偽ドデカミンを探せクイズ編。はい、これからですね、白神以外の4人にはクイズに挑戦してもらいます。まあ、ドデカミンのみんななら答えが分かって当然な問題ばかりなんですけども、この4人の中に運営から答えを教えてもらっている不届き者の偽ドデカミンがいます。許せないよ。その偽ドデカミンを探しながらクイズに答えてもらいます。はい、ただしですね、5問間違えたらその場で脱落となります。誰が偽ドデカミンか予想タイムを行います。見事偽ドデカミンを当てることができたら偽ドデカミンと脱落者に罰ゲームです。はい、予想が外れた、予想がバラバラの場合は偽ドデカミン以外の全員に罰ゲームが待っております。まとまった方がいいんだ、絶対ね。そうだね。これ容赦なく画面から消されるそうなんで皆さん。はい、続いての問題はこちらです。ファイトを英語で書いてください。それはさ、一般常識じゃないか。これはちょっと分かってほしいところではありますね。嘘でしょ。フレアさん、不安なところがありますか？まさかそんな一般常識ですよ。みんなの回答を見ていきましょう。回答オープン。ちょっと待って、あれちょっと待って、ちょっと待って、2人僕の横2人おかしくないですか？フレアがそれはなんかファイティー。ラミーもラミーは何これ？気のせい正解のような顔してたけど、気のせいR が変なとこで、待ってなんでフィーかな？何のことかな？フィート何のことかちょっとよくわかんない。ということでちょっとフレアとラミちゃんの様子がおかしいですけれども、正解はこちらです。FIT！ よし！あずきちとからだ正解です。ちょっとコメント欄がハーフエルフに英語はむずいかと舐められてますね、完全に。簡単にしてもらわないと困る。これそっちにしてもらってもいいですか？おかしいな。でもこれでラミータンがバツ3ついてますね。あと2問間違えると消えちゃいますよ。そうじゃん。では続いての問題参りましょう。続いてはこちら。ドデカミンの特徴を記載した文章12種類の〇〇成分と強炭酸の刺激で疲れた気分を吹き飛ばし〇〇が弾けるエナジー炭酸飲料。この〇〇に入る言葉は何でしょう？弾ける？〇〇2つありますけどどちらも違いますね。はい。違う？ですか？はい、違いますね。同じ言葉が入るわけではございません。もしかすると面白かったらね、ドデカミンさんに採用してもらえる可能性が。見ていきましょう。回答こちら。お、あずきちが元気と確か気分が弾ける。なるほど。で、フレアが元気成分のやる気が弾ける。で、かなたんが有効成分と元気が弾ける。ねえ、有効成分だろ普通。いやだからやっぱね、弾けてなくなるものがいいかなと思って憂鬱な気分と日々の鬱憤が弾ける。12種類の憂鬱の気分が入ってんの？ドデカミンには。疲れた気分を吹き飛ばす。次から案件から消えるぞ。ボケすぎだろ。ラミちゃんの回答だと12種類の憂鬱成分みたいな。ごめん全然理解してなかった。憂鬱成分ドデカミンに入れないでください。ちょっと弾けていいものが2種類なのかと思ってた。違うだろう。それは違うわ。憂鬱には憂鬱ぶつけんなよみたいになってる感じ。果たしてじゃあこの中に正解はいるのでしょうか？正解はこちら。イエーイ！ちょっとラミーちゃん面白かったのでラミーちゃん採用。ちょっとおもろかったのでラミーちゃんということでフレアとかなたんだけ不正解です。じゃあ続
次の問題もいきましょうか。続いての問題はこちら。トーン記号を正しく書け。何急に急に誰だ？これも皆さんアイドルですしね、折り曲も出されておりますし。待って、トーン記号どれ？トーン記号ってないやん。あ、なんか分かったかも。トーン記号ですよ皆さん。正しく書け。記号ってなんだ？皆さん面白かったら正解ありですか？トーン記号の面白い、逆にトーン記号面白く書いてみろ。トーン記号でしょ？ラミちゃん、トーン記号知ってますよ。すごいドヤ顔してるもんね。ねえ、すごいドヤ顔してるけども、本当に知ってるのか？これね、やっぱトーン記号とされない。ということで、じゃあ皆さんの回答きますので見てみましょう。回答オープン。これはトーン記号。どうですか？最高ちゃん消えない大丈夫？でもそろそろじゃない？これラミーってあと何回でしたっけ？あと2回ですね。まだいけますね。まだいける。まだ生きてる。まだギリいけるかな。ちなみに正しいのはどこまで正しいのかってあれなんですけども、正解はこちらでございます。こうですね。なのでこれはですね、あずきちとかなたんだけ正解かな。ちょっとフレアは行き過ぎてますね。巻きすぎた。巻きすぎたし、巻きすぎラミータはね、ちょっとこれはド直球のすごいトーン記号ですよ。ド直球でしっかりね、この入りとかも書いてくれてるんだけども、ちょっとダメですね。なんてこった。はい、ということでこれでフレアとラミちゃんがリーチ。でもこれ、私とラミーのさ、このペケのさ、なんか質は違うよな。なんでだよ。続いての問題はこちら。この手で表す法則とは。消えるわこれ。だって言ってる意味がもうわからない。ちょっともうちょっとなんだ？これだ。お、あずきちもいけた？いやもうちょっともういいです。もういいです。はい。ということで全員来ましたので、じゃあ見ていきましょう。みんなの回答オープン。ペースはないだろ。あずきちがフレミングの法則。フレアはフレミングの法則。かなたんがギャルピースの法則。あらみたんがサインコサインタンジェント。絶対上からなんだよ。正解見てきましょう。正解こちら。フレミングの法則です。それ。知らないことがありますね。まだまだ知らないことがこの世に嘘でしょ。消えるんじゃない？ということでこれにより罰が5つついてしまったラミちゃんが罰ゲーム、そして画面から消えてしまいます。さよならみー。まあ消えるべくして消えたなこれはね。ってことでラミちゃんの声だけは乗るのでな。よかった生き残るんですね声だけは。声だけはよかった生き残り。聞こえる。よろしくお願いします。はいということで、一旦クイズはこれにて終了でございます。ギリギリ消えたやん。それではですね、一応ね生き残りましたあずきち、フレア、かなたん、今のお気持ちちょっと聞いていきましょうか。あずきちどうですか？でもちょっとドデカミンのその発売同士だけ間違えちゃったんですけど、それ以外は普通に答えられるよね。まあ確かにね、一般常識みたいなところはありましたね。だなって思いました。はい、ここからは3人で話し合って偽ドデカミンだと思う1人を決めてください。私ぶっちゃけラミーだと思ってたんだけど、いや僕も途中までラミーだと思ってたけど、このトーン記号のトーン見てから違うなと思って。さすがにボケすぎたな。不正回数はあずきちが1間違いで、フレアとかなたんが4間違いということで、なんかリハーサル終わって控え室に戻った時に、なんかみんな話してたんで、かなたんだけ話してなかったの。それはただの陰キャですよ。めっちゃ違いますよ。なんか熱心にスマホを見てて、調べてた？いや調べてない。違う。ここからもう始まっていたのか。そうだからちょっとずっと様子を伺ってたんですよ。これでもこれで僕が偽ドデカミンじゃなかったらちょっとかわいそうまである。ちなみになんですけど、僕はあずちゃんだと思います。ほう。だって
なんかその2000何年は外した方がいいなって感じだろうし、その2004年って